しんチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは、キクシンチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。ついにね、ナンバーを取得してこようと思います。はい、これから市役所に行きます。で、一応ね、原野作業車の小型特殊自動車で取得する予定です。あとね、農作業用で登録すれば自賠責はいらないみたいなんだけど、原野作業車だと自賠責が必要みたいなので、ちょっと自賠責もねかけてこようと思います。で、コンビニでかけられるのかなって思ったらコンビニではかけられないっぽいので、ちょっと代理店さんの方に、代理店さんっていうのかな、取扱店さんの方でねちょっとかけてこようかと思います。よしと、到着。一応なんか聞かれた時困るから書類を作ってきました。で、これはね、裏返して譲渡書ですね。これを譲っていただいた方に、多分この人が元々の持ち主ではないと思うけど、この譲ってくれた方に譲渡書をもらってきました。はい、取得できました。2656小型特殊自動車、その他ですね。はい。というわけで無事ナンバー取れましたけど、やっぱ結構時間がかかりましたね。やっぱ謎の車両で小型特殊その他なので、これはどういうことですか、これはどういうことですかっていうことをね、一応準備してきて、資料もね準備してきたので、写真とかね、そういうのをね見てお話しさせてもらって、そのちゃんと国交省の通達というかあれの中にこの原野作業車という区分がありますよっていうことをお話ししてね、ナンバーをいただいてきました。なかなかやっぱりこんなね原野作業車をねナンバー登録しようとかっていう人はなかなかいないから、市役所の人もね分かんないですよね。それはしょうがないです。陸運局とかの人だったらそれ専門のプロだからだと思うんですが、市役所の人はあくまでも市役所の人で、この小型特殊の登録とか、このね原付の登録だけやってるわけじゃなくて、税金から何からいろんな仕事をしてる中の一つとしてこれもやってるので、なかなか難しいんじゃないかとは思いましたね。車持ってきてって言われたらちょっと困るなとは思ったんですけども、さすがにナンバーないから走ってこれないからね。なので写真とか用意したので、コピーの方をね撮っていただいて、それお預けしてまいりました。はい、取得してまいりました。自賠責ねかけてきました。8700円ですね。2年一関の2656マックス48151ということでね、特殊でございます。特殊車両ね。で自賠責保険なんですが、これ大型特殊と小型特殊の小型特殊の場合ね、農業系の車両は自賠責をかけなくてもいいということになっております。それに対してこの特殊関係は、自賠責が必要で、大型特殊と小型特殊は基本同じ料金で、大型特殊というのは多分車検があるんだよね。で、それに合わせているので、2年ということで、5年とかかけられなかったので2年です。水陸両用車なんですけど、どういう項目で登録してきたのかっていうのがここにあります。これは各地方運輸局長向けに達している国土交通省の書類ですね。これの11ページ目に原野作業車っていうのがあるの。原野作業車ね。原野作業車とは、原野などの荒れ地で人員の輸送資材の運搬に使うことと。で、車体構造が次のうちのどれかに該当していることということで、カタピラを有するもの、もしくは3つ以上の車軸を有するもの。はい。3つ以上の車軸がありますね。カタピラを有するものにあっては、車体が屈折することによって方向を変える構造であること。カタピラを有するものによっては、容易にカタピラ以外の走行装置に変更できないこと。3
ここは関係ないね。カタピラじゃないからね。3つ以上の車軸を有するものにあっては、2つ以上の車軸を左右独立して制動または駆動することができる構造であること。右の駆動、ね。左の駆動、これを左右別々でできて、ギュッと引くことでブレーキかかります。制動も左右別々でできること。こういう風になっていますね。で、タイヤを有するものにおいては、もしくは、タイヤは産業車用もしくは建設用車両のもの、これらに準ずるものであること。だからまあ一般的な公道を走る車のタイヤはダメだよということですね。まあこれそうですね、産業用タイヤということで間違いないと思います。ね、これ用のタイヤだからね。ということで、原野作業車ということでですね、登録できるというルールになっております。よし、ナンバーつけよっか。で、以前にも言いましたが、ここにね、もしかしたら船外機をつけるかもしれない。だから、船外機が邪魔にならない。ここでいいかな。この網のとこにね、取り付けてみようかと思います。ナンバープレートが緑色になってます。はい。この、小型特殊は緑色で、これはご当地ナンバーなんだね。世界遺産平泉っていう、平泉。岩手県の世界遺産の平泉のモチーフとした、これ、ハス。これ、家紋。これ、金色堂っていうイメージしたプレートになってます。ここでいいね。ちょうど網だから穴開けなくていいし。封印、普通車だとナンバー取れないようにするやつあるんだけど、こちらは封印等はないので、多分どこでもいいんだよね。ちょっと高さがあってね。よいしょっと。OK。よし。ロールバーつけたからこんな感じで、カメラの台を設置できています。よし、じゃあ出ていきます。何はい。そこのチェーン外れましたね。あれー。あれー。スプロケが開いてるな。そうですね、そこですね。あっちゃー。なんでやろう。そう、何が壊れたかっていうと、このデフですね。このミッションっていうのかな。デフから軸に伝えるためのこのチェーン。このチェーンだよね。このチェーンが外れました。で、正直ここだったら、チェーンをかけ直せばいいけど、ここは無理だ。駆動できないもん。
厄介ですね。あそこに戻すか。これエンジン下ろさないと調整できないよね。うわ、振り出しに戻るかな。とりあえずなんとかあそこからここまで持って帰ってこないといけないね。疲れた。なんとかここまでは上がってきました。なんとかここまでは上がってきたけど、やり直すかね。なんでだろう。チェーン錆びてたかな。なんかな、問題ないとは思ってたんだけど、まだ出るなっていうことだったんだと思います。はい、というわけで、無事ナンバーは取れました。で、残念ながら今日行動に出ることはできなかったんですけど、ナンバーを取得するのにあたってこういうルールだよっていうのがね、分かってもらえたら嬉しいなと思います。よし。さあ、まあここ溶接しようと思ってたし、オイル交換もしようと思ってたから、それね、やっていくことにしましょう。そのチェーンが切れて外れちゃった理由として思い当たるのが、左のシャフト交換したんだけど、その時にチェーンを入れたんだが、チェーンのコマがちょっと曲がる時ガキン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 って言ってちょっと引っかかりもありましたもんね。もしかしたらそれが原因かもしれないな。よいしょと。で、そうそう、マフラーね、黒くなってる。ここ黒くなってっとこ多分排気漏れしてんだ。うん。ここね、こことここ。ちょっと溶接し直そう。ね。よし、取れた。よいしょ。チェーン外れちゃってるよ。あったあった、つなぎ目あったあった。これだね。よしと、取れました。よいしょ、シュッシュッシュッと。こっちの張り具合をお手本にちょっともう一回組み直してみましょう。ここめっちゃ固着してるな。これ原因かもしんないね。ここら辺はいいけど、ちょっと渋いとこも、ここも渋いな。これも、ここもね、ちょっとは
はい、というわけで今回エンジンを下ろしました。でこっちのチェーンほら柔らかいんだよ。で他のとこも柔らかいんだけど、ここだけちょっと硬かったね。またちょっと考えていきたいと思います。ちょっとチェーンなんとかとりあえず一晩なんとかつけるかなんかで綺麗に動くようにしてみたいと思います。残念ながら今日行動に出ることはできませんでした。結局時間遡ってまたこの状態になってしまいましたけども、明日ですね、次回なんとか行動に出れるようにちょっと修理をしてみたいと思います。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。